今日はトンテキ丼を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はトンテキ丼を作りたいと思います。はい、ということで今回は食べ応え抜群の丼レシピをご紹介していきます。今回はね、トンテキ丼なんですけれども、お肉を上手に焼く方法や、あとは味付けのポイントなどもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにお肉の下味に使う材料などをご紹介します。材料はこちらです。豚ロース、料理酒、お砂糖、塩コショウ、こちらの材料を使っていきます。まずお肉なんですが、今回こちら豚ロース1枚使っていきます。グラムで言うと約 150g になります。こちらは目安にしてみてください。お肉をね選ぶ時のポイントなんですが、このようにここにですね油のサシが入ってるものがおすすめです。全部ピンク色になってるものもあるんですけど、ちょっとパサつきやすいので少しね脂身が入ってるものを選んでみてください。それでは続いて味付け調味料の材料をご紹介します。材料はこちらです。ウスターソース、お醤油、みりん、料理酒、ケチャップ、おろしにんにく、蜂蜜、有塩バター、こちらの材料を使って味付けをしていきます。ちょっとね調味料の数は多いんですが、どれも手軽に揃えられる調味料で作っていきます。味わいのポイントはケチャップと蜂蜜です。ケチャップを加えるとトマトのコクと旨味が加わって美味しい仕上がりになります。そして蜂蜜はですね、全体の味がまろやかになってさらにコクもアップします。もし蜂蜜がダメな場合はお砂糖で代用してください。量は同じで OK です。そして残りの材料をご紹介します。材料はこちらです。キャベツ、ニンニク、ご飯、サラダ油、こちらの材料を使っていきます。まずキャベツなんですが、こちらはトンテキに欠かせないのでぜひ使ってください。そしてニンニクですね、こちらはニンニクチップにして使いたいと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにキャベツの千切りを作ります。だいたいね 30g ぐらいでいいかなと思います。それでは切っていきます。はい、このように千切りにしてください。そしたらこちらのキャベツは洗います。そしてこのまま冷水にだいたい5分ほどつけてください。そうするとキャベツがシャキッとした食感になります。はい、5分経ちました。そしたら水を切ります。そしてこのようにざるにあけて、あとはキッチンペーパーで水分をねしっかりと拭き取ってください。この時ねあんまり握りすぎるとキャベツの食感が損なわれてしまいますので、こうやってふわっとね水気を取るようにしてください。あとはですね、このままざるにあけておきましょう。それではですね、続いてお肉です。まずですね、こちらロース肉の筋切りをしていきます。見ていただくとわかるんですが、ここに脂身があって筋があるのわかりますかね。ここに切れ込みを入れていきます。そうすることで焼き縮みを防ぐことができます。このまま焼いてしまうとお肉がね、焼いた時にくるっと丸まってしまいますので、必ずこちらの工程は行ってください。こんな感じでね、だいたい2センチおきぐらいで切れ込みを入れます。筋が入ってるとこは全てねこんな感じで切れ込みを入れてください。こっち側もね筋が入ってるので切れ込みを入れます。そしたら裏側も同じように切れ込みを入れてください。だいたいねこの油とお肉の境目の部分ですね、ここに切れ込みをね全体的に入れていただければ大丈夫です。はい、このように入れました。それでは続いてフォークを使って穴を開けていきます。そうすることで味が馴染みやすくなるのと、あと食べた時に肉質も柔らかい食感になります。ではね、こんな感じでたくさんフォークで穴を開けていきます。はい、このようにねまんべんなく開けます。ちなみに今回使ってるお肉の厚みはこのぐらい、だいたい1センチぐらいのお肉になります。そうしましたら今から下味をつけていきます。まずですね、バットにお肉を入れて一番初めにお砂糖をすり込んでください。お砂糖をすり込んでいただくとお肉が柔らかくなるのと、あとお砂糖のコクが入ってとても美味しい仕上がりになります。こちらはですね必ず一番最初に行ってください。しっかりとねすり込んでください。そして裏面も同じようにすり込んでいきます。
はい、OK です。お肉の表面にツヤが出てくるまでしっかりとすり込みます。そしたら続いて塩コショウですね。軽く振ります。こちらも両面です。そして最後に料理酒を回しかけてください。この料理酒はね、臭みを取ることができるのと、あとは肉質を柔らかくする効果があります。これも両面につけましょう。はい、 OK です。そしたらですね、このままだいたい5分ほどつけてください。それでは続いてお肉をつけている間にニンニクをスライスしていきます。こちら普通にねスライスしていきましょう。はい、 OK です。もしねこういったニンニクの芽がある場合は必ず取り除いてください。こちらをね一緒に揚げてしまうと焦げやすい原因になります。ニンニクの準備はこれで OK です。それでは続いて調味料を合わせていきます。器にまずウスターソース、そしてお醤油、みりん、料理酒、そして蜂蜜、ケチャップ、最後におろしにんにくです。バターは後から加えていきます。なのでこちらをね一度混ぜましょう。はい、調味料の準備はこれで OK です。はい、5分経ちました。5分経つとこのようにねお肉がツヤツヤになります。今少しみずみずしい状態なのでこちらの水分を拭き取ります。キッチンペーパーの上にお肉を置きます。そして上からキッチンペーパーをかぶせて水分を拭き取ってください。はい、お肉の準備はこれで OK です。それでは今から焼いていきます。それではね、まずお肉を焼く前にニンニクチップを作っていきたいと思います。フライパンにサラダ油です。そして火にかけます。で、火にかけたらここにニンニクを入れます。少しね、こうフライパンを傾けて、そして縁の部分に油を溜めてください。これでね、こんがりね、揚げ色がつくまで揚げていきます。この時にコンロの火が縁の方に当たってしまうと点火してしまう恐れがありますので、フライパンの縁から火が出ないようにだけ注意してください。こんな感じでね、揚げていきます。少し色づいてくると焦げるのが早くなるので注意してください。はい、でこのようにいい揚げ色がついたものから取り出します。切る厚みによってもね色づき具合が変わるので色づいたものからね取り出してください。まあだいたいこのぐらいでいいかな。このぐらいの色づきで取り出します。で火を止めましょう。ニンニクチップはこれで OK です。使うまでこのようにキッチンペーパーの上に置いて油を切っておいてください。ではですね、このままお肉を焼いていきたいと思います。今かなりね油が多いのでこちら余分な油を拭き取ります。では拭き取ります。そして少しねフライパンに油を残しましょう。今まだちょっとフライパンが温かい状態です。火にかけないでこのままお肉を置きます。そして火にかけてください。火加減弱めの中火です。このまま焼き色がつくまで焼いていきます。今回私のお肉は1センチなので蒸し焼きせずにねこのまま焼いていきたいと思います。もし熱いお肉を使う場合は蓋をして蒸し焼きしてください。ここでね強火で焼いてしまうとお肉の肉質が硬くなってしまいますので弱めの中火でねじっくり火入れしていってください。はい、今だいたい3分ほど焼きました。一度ね焼き色を見ていい感じに焼き色がついてたら裏返してください。はい、このように美味しそうに焼き色がついてます。そしたらね片面も焼き色がつくまで焼いていきます。火加減は同じで OK です。このようにしっかり切れ込みを入れてるので丸まることなく綺麗にね仕上がってます。はい、今ちょうど2分ほど経ちました。ここで焼き色をチェックして焼き色がついてたら OK です。そしたら一度ね火を止めてお肉を取り出します。よいしょ。そしてね少し余熱で火入れしていきます。そうすることでお肉が柔らかい仕上がりになります。そうしましたらこのお肉の旨味が残ったフライパンの中にこちら混ぜておいた調味料を入れます。そして火にかけましょう。こちらゴムベラなどを使ってこのこびりついたね旨味を剥がしていきます。そして加熱します。火加減は弱めの中火ぐらいです。このようにクツクツ沸騰してきたらこちらお肉を戻し入れてください。そしてお肉にソースをかけながらね加熱していきます。しっかりソースがお肉にまとわりつくまでこのようにかけながら加熱してください。たまにね裏返しましょう。よいしょ。
だいたいね1分ぐらいね加熱したら、最後仕上げにバターを入れます。そして全体になじませましょう。一番最後にバターを入れていただくことで風味をしっかりと残すことができます。はい、 OK です。火を止めます。それではね、お肉を切りたいと思います。熱いのでね、やけどしないように注意してください。切ってから焼いてもいいんですけど、そうするとね、肉汁が出やすくなってしまいますので、全部1枚で焼いてから切っていただくのがおすすめです。では、食べやすい大きさに切っていきます。このように美味しそうに仕上がりました。それでは盛り付けていきます。まずですね、ここに水気を切ったキャベツをのせます。はい、たっぷりキャベツをのせてください。そしてお肉をのせる側は少しね開けておきましょう。そうしましたらここにお肉をのせます。あとはタレをね上からかけましょう。そして最後にニンニクチップを添えます。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。はい、これでトンテキ丼の完成です。こんな感じに仕上がりました。お肉もこのようにとてもジューシーに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。お肉が柔らかくてすごく美味しいです。そしてこのキャベツがまたすごく合いますね。美味しい。そしてね、最後にのせたニンニクチップがすごく味のアクセントになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のトンテキ丼のポイントです。まずお肉なんですが、今回私は1センチぐらいの厚みのお肉を使いました。こちらのお肉はですね、お好みの厚さのお肉を使ってください。そしてまずですね、一番初めにお肉の筋部分に切れ込みを入れてください。だいたい2センチ間隔ぐらいで入れていただくといいかなと思います。こちらはですね、必ず両面入れるようにしてください。この工程をやっていただかないと、焼いた時にお肉が縮んで丸まってしまいます。なので必ずこの工程は行うようにしてください。そして筋の部分に切れ込みを入れた後はフォークでしっかり穴を開けてください。そうすることで肉質も柔らかくなって味も染みやすくなります。そして味付けの調味料なんですが、こちらはお肉を焼く前にあらかじめ混ぜておいてください。そうすることで作業がスムーズにいくと思います。そして焼く時なんですが、まずお肉を焼く前にニンニクチップを作ってください。この時ね、フライパンを斜めにして縁の部分に油を溜めて、そこでニンニクチップを作ったんですけれども、この時にフライパンの縁が火の部分に当たってしまうと点火してしまう恐れがありますので、必ずコンロの火は縁を越えないようにだけ注意していただけたらと思います。このニンニクなんですが、ちょっと色づくとすぐ焦げてしまいますので、焦がさないようにだけ注意していただけたらと思います。そしてその後お肉を焼くんですけれども、お肉を焼く時は蓋をせずに今回焼いてます。というのもですね、厚みが1センチなので蓋をしなくてもしっかり火を通すことができます。ただですね、もっと分厚いお肉を使う場合は最初片面を焼いてる時だけ蒸し焼きしていただけたらと思います。そうすることで中までしっかり火を通すことができます。厚みだったりとかフライパンの材質とかでもね、火の入り具合が変わると思いますので、様子を見ながら調整していただけたらと思います。そしてお肉が両面焼けたら一旦取り出して、豚肉の旨味が入った状態で合わせていた調味料を加えてください。そしてしっかりね、旨味を剥がし取って、そしてその後お肉を戻し入れてしっかりとね、タレを絡めてください。そして出来上がったら取り出して食べやすい大きさに切ってください。最初にお肉を切った状態で焼いてしまうと、その分肉汁がね飛び出やすくなってしまいますので、焼いてからお肉は切るようにしてください。あとはですね、ご飯の上にキャベツとトンテキ、そしてガーリックチップを散らして召し上がっていただけたらと思います。そして味付けのポイントなんですが、今回はケチャップと蜂蜜を加えてます。こちらの2つを加えることで旨味とコクがアップしてとても美味しい仕上がりになります。もし蜂蜜がダメな場合は少しお砂糖を入れて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はトンテキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。